つむぎ向けのパソコンショップ探し。さて、どこがいいかな。ドスパラ大宮店があるからワンチャン見に行けるということを考えて、ドスパラが丸い選択肢な気はする。あ、でもサイコムって本社が埼玉か、なら地元応援ってことでサイコムでもいいのかな。しかし改めて見ると昨今のパソコン購入は選択肢になるお店が多いのだ。 RTX5000 万台が控えてるから今買わせるかは迷うけども、ちゃんと目星はつけておいた方が店選びは後で迷わないかもしれないのだ。パソコンは大きな買い物で、いざ買おうとすると大変だけど、このワクワク感はたまらないのだ。じゃあドスパラ、サイコムあたりを何？停電？いや、昼間だったはずなんだが。ていうか、僕の iPad も iPhone も電源がつかないんだが。お前か。パソコンもコンピューター以外で買わせようとしているのはまさかお前。許さない。やべえ。お茶を入れましょうか、つむぎ。お願いしようかな。ありがとう、アミ。今日はずんだもんとパソコンを探すとおっしゃっていましたが、そろそろ待ち合わせの時間ですか？そろそろ来ると思うんだけどね。買うパソコンの目星はつけたのですか？それがさ、いろいろと教えてもらったんだけどさ、結局一人で選んでもよくわからないんだよね。知識は増えたけど、迷いも増えたって感じでさ。それはあるあるですね。私も同じ経験がありますよ。アミのパソコンはショップで買ったの？それとも自作？私のはお下がりなんですよね。ずんだもんが前に使ってたパソコンを格安で譲ってもらいました。中身を入れ替えてるので、もらった時とは性能が変わってますけどね。自作できる人ってそういう選択肢が取れるんだね。いいな。つむぎも今回の購入を機会に覚えられますよ。大抵のユーザーはまずはショップで買うのが第一歩ですから。さあ、お茶をどうぞ。飲みながらゆっくり探すといいですよ。ありがとう、アミ。いただきます。ところで、アミ的におすすめのパソコンショップってあるの？私はサイコムとか好きですね。サイレントマスターという静音重視のパソコンがあるのですが、かなり惹かれますね。あとは購入経験はないのですが、秋葉原に店舗のあるパソコンショップアークと、西日本に実店舗があるアプライドというショップが気になっています。お店はどういう基準で選んでるの？私の場合はパソコンパーツのメーカーが見れるかどうかを重視していますね。私のように好みのパソコンパーツメーカーがある場合は、そのパーツを扱ってくれているショップを選んだりしますので、パーツが見れるのは都合がいいのです。あとは、ちょっとミーハーな考えですが、ネット広告が素敵なショップが気になったりしますね。X とか YouTube とかの広告ってこと？どうして？正直、目的のパソコンパーツがあるなら、どこで買っても性能は変わらないでしょう。だったら、ユニークで面白い販売店で買って、そういうショップが盛り上がってほしいなって気持ちがありますね。iPhone なら、ドコモで買っても au で買ってもソフトバンクで買っても楽天で買っても Apple ストアで買っても変わらないから、なら好きなところで買うってこと？おおむねその通りなんですけど、iPhone はロゴ挿入などキャリアの手が入るので、全く同じってわけではないですよ。まあ、好きなショップやメーカーは、パソコンを触ったり調べたりするうちにできてくると思います。特にショップは購入後の相談窓口にもなりますからね。せっかく買うのですから、少しでも気に入った店舗で買えるのがいいですね。そうだよね。アミやズンダモンの言う通り、安い買い物じゃないから、後悔しないように色々と調べたり覚えたりしていかないとな。購入店舗の目安はずんだもんが調べてくるとは思いますが、最初に買うのは地元に近い店舗、もしくはアクセスがしやすい店舗から選ぶといいですね。そういえば、ドスパラは大宮店がありますし、何？停電？っていうか、夜？アミ、ブレーカー落ちたの？いえ、これは、邪気が来ましたね。そうですか、ずんだもん、遅いと思ってましたが、やられましたか？やられたって、何？お前か。何？誰の声？コンピューター様以外でパソコンを買おうとしているのは、つむぎ、これだけは覚えておきなさい。何を？パソコンはどこで買っても、何を買っても、どうやって買っても、
何を参考に買っても、難癖をつけられる部分はあるし、つけてくる人はいます。そして、自らの価値観だけを押し付けて、それ以外を悪と断じて逸に浸る人もいます。そうなの？そしてこの天使のように、ブレキャン当選自慢動画を勝手に出した結果、低評価が多くつけられて勝手に病んでいるやつもいます。迷惑すぎる。じゃあ、これリアのせいなの？そう、もはや引くに引けなくなって、特定のショップ以外を許さなくなった飛べない天使です。私はこいつに迷わずにこの愛を信じ生きて行かせるために、塞がらぬ傷口をぎゅっと抱きしめに行きます。よくわからないけど、わかった。つむりのパソコン選びは彼方を呼んでおきました。彼と一緒にゆっくり探してきてください。本当に、ありがとう。では、行きなさいつむり。他の誰でもない、あなた自身のために。アミ、気をつけてね。いや、あなたの動画はいつも低評価がつきますね。正直、自業自得だと思いますが、人様に迷惑をかける前に、というか、マウスコンピューターに怒られる前に、私がここで正しましょう。やってみろ。このリアに対して。それほどでもないゲーマーチャンネル、ゲーミングパソコンショップ選び編。大変だったみたいだな、つむり、お疲れ様。なんか、アーシは何が起きたのかよくわかってないけど、とりあえず、アドバイスをよろしくね、かなた。ああ、パソコンショップ選びだったが、一緒に見ていこう。それにしても相変わらずこのチャンネルはオープニングが長いな。かなた、何か言った？いや、早速本題に入ろうか。ショップ選びで最初に考えるべきは、実店舗によるサポートが欲しいかどうかだな。実店舗によるサポート？そう、パソコンを買った後に何かトラブルがあった際、実店舗が近ければサポートを受けやすいと思わないか。確かに、買って終わりじゃないもんね。故障とかあるかもしれないし。修理部署があるお店なら購入したパソコンを持っていけばいいし、そうでなくても購入店舗が近いなら連絡がしやすいと思うから、いざという時に安心だな。多少割高になったとしても、実店舗が近いことによるサポートの厚さは魅力だと思うので、サポートを受けられる店舗が近くないと不安って人にはおすすめしたい。実店舗のお店っていうとどんなお店があるの？パソコン専門店だとドスパラやパソコン工房が有名だが、もちろんビッグカメラとかケーズ電機とか有名な家電量販店もパソコンは売っているので候補には入る。でも家電量販店ではパソコンは買わない方がいいって聞くけど。家電量販店は NEC とかデルとかのメーカー製パソコンが主な販売になるから、パソコン専門店より選択肢が少なくなるのは確かだな。また卸売りをしている関係上割高になることもある。避けるべきという意見も同意はできる。だがやっぱり購入した店舗が近いっていうのは魅力の一つだと思うから、絶対にダメとは俺は言えないな。近くに購入店舗がないと不安という気持ちは理解できる。購入後にサポートを密に受けたい場合は近い方がいいから、安心を取るなら割高になったとしてもありな選択肢だと俺は思う。そうなんだね。絶対ダメってわけじゃないんだ。もちろんパソコン専門ショップが近くにある人なら専門ショップをおすすめする。だがそういう人ばかりではないからな。あと今回はデスクトップパソコンから選ぶから関係ないんだが、家電量販店のノートパソコンはデザインが豊富なイメージがあるな。ノートパソコンを買う際に価格や質ではなくデザイン性を重視する場合は、家電量販店のノートパソコンは強力な選択肢になるだろうな。ただデザイン重視のものは性能に対しての価格が見合っているとは思えないものも多いので、コスパを気にするならおすすめはできないな。コスパは気になるけど、可愛いデザインのものも惹かれるな。ズンダモンがゲーム用途ではないならノートをおすすめする時もあるって言ってたから、オフィス用のノートが欲しい時は家電量販店に行ってみようかな。悪くないと思うよ。デザインも大事だ。それで実店舗があるパソコン専門店の方はどんな感じなの？ドスパラとパソコン工房だっけ？ああ、実店舗があるパソコンショップになると有名な2社でな。両店舗とも全国に展開してるから、近くにあるって人もいると思う。埼玉県にもあるの？ドスパラは大宮店があるはずだ。パソコン工房は2024年12月現在では埼玉にはなさそうだな。リアちゃんのおすすめするマウスコンピューターは実店舗はないの？ドスパラやパソコン工房に比べれば数は少ないが、一応マウスコンピューターも実店舗はある。店舗は埼玉県にもあって改装中とのことだが、マウスコンピューター春日部店があるみたいだな。
ちなみにマウスコンピューターの本社は東京だが、元々の発祥は埼玉県の春日部らしいぞ。ドスパラとマウスコンピューター好き。店舗が近くにあるに越したことはないが、同県にあるというだけでも安心感が増すよな。他には？店舗があるのが主要都市になるが、つくもも有名だな。特に秋葉原のつくもはパソコンパーツを購入に行く YouTuber も多い印象だ。まあつくもに限らず、秋葉原ならパソコンショップが密集しているから、秋葉原にアクセスできる人は秋葉原の実店舗で買うのもおすすめできるな。購入後のサポートが遠くなったとしても？ああ、やはり店員さんと話しながら買えるっていうのは大きな判断材料になるだろうからな。納得できる買い方というのも大事だと思うよ。まあそうだよね。アーシもこうして相談させてもらうのは心強いもん。俺なんてパソコンユーザーとしてはまだまだだが、有識者に相談できる心強さはわかるつもりだよ。頼りにしてるよ。微力を尽くすよ。それにしてもなんか思ってたよりパソコンショップの店舗って少ない気がする。 BTO パソコンはオンライン販売が主戦場になって久しいから、実店舗となると少なく感じるかもな。だから近くにパソコンショップがある人はパソコンユーザーにとっては嬉しいことだ。アーシの場合はカナタたちが相談に乗ってくれるから、必ずしも実店舗のサービスにこだわる必要はないって視点はダメかな。いや、ありだと思うな。俺もある程度は自分で見れるからって理由で近くの店舗にこだわることはしてないしな。だが最前線で販売してくれている人と一ユーザーである俺の視点では見えているものも違うだろう。専門店の店員さんに一度話を伺うというのは有用なことだとも思うぞ。実店舗で買う場合、カナタ的におすすめなのは？特につくもをおすすめしたい実店舗に買いに行った時の話だが、店員さんが優しいし、購入時に細かく説明もしてくれるから頼りになる店舗の一つなんだ。初めて受けたグラボの説明は今でも忘れないな。分かりやすすぎた。つくもの実店舗に行ける範囲の人はつくもで買うのはド安定な選択肢になると今でも思う。そうなんだね。埼玉につくもは？残念だが埼玉につくもはない。悲しい。まあ秋葉原はつくばエクスプレスが通ってるし、京浜東北線も通ってるから行けそうな人は行ってみてほしい。じゃあオンラインで見ていくか。今はオンライン販売での選択肢は多いからな。そうなんだよ。ゲーミングパソコンって調べるだけでもたくさん出てくるからさ。わかるよ。目星をつけるだけでも大変だよな。そんなゲーミングパソコン群雄割拠の時代で俺がおすすめしたい初心者向けパソコンショップはフロンティア、マウスコンピューター、つくもの3店舗かな。あれ、ドスパラは？もちろんドスパラも有用な選択肢の一つだ。最初に見るのがこの3店舗というだけでドスパラもほぼほぼ除くよ。だが俺はある程度価格の目安をつけてから見たいから、まずこの3店舗を見て判断基準を整える形にしているな。選んだ理由は友達のパソコン購入相談に乗った際、友達はフロンティアを選んでいたから、つくもは実際にパソコン購入で利用したことがあるから、マウスコンピューターは有名だからという理由だな。なるほどね。じゃあ揶揄したいわけではないんだけど、最初に見る店舗は好みで決めているってことだよね。その通りだ。だから人によっては基準にする店舗にドスパラが入っていても不思議ではないな。なるほど。好みの店舗で価格の当たりをつけて、それを基準にして他の店舗を見て回ってるってことか。パソコンは用途に見合ったものを選ぶのが重要だが、やはり価格も大事だ。この3店舗はパソコン販売では老舗でもあるため、他より極端に高い販売はしないだろうという信頼感もある。じゃあカナタ的には他の店舗を見なくてもこの3店舗の中からパソコンを選びましたってなっても不思議ではない。ああ、店舗選びに関しては特別反対する理由はないな。保証期間をどうするかとかも入ってくるが、とりあえずこの3店舗から選んでおけば損をしたってことはまずないはずだ。もちろんこの3店舗以外がダメってわけじゃないからな。好みの域は出ない話だ。ともあれ、物を見ないことにはいいも悪いもないよな。2024年12月現在のゲーミング向けパソコンのラインナップを見てみようか。必要スペックは控えてあるか？モンハンワイルズの Steam でのシステム要件で見るよ。よし、じゃあこのシステム要件のスペックを元に見ていこう。よろしくね。では初めにフロンティアから見るか。フロンティアは1993年に創業した老舗ショップの一つだ。パソコンのラインナップが非常に豊富なため、フロンティアだけで探そうとするだけでもかなり選択肢が多い。ゲーマー向けの案内も多いため、ざっと見渡すだけでも知識が増えると思うぞ。ゲーミングパソコンはCore i5 か Ryzen 5以上を選ぼうって書いてあるね。モンハンワイルズのスペックでもCore i5 か Ryzen 5って書いてあったから、やっぱりゲーム向けとなるとこれぐらいのグレードが必要なんだね。
そうだな、ゲームだけでなくパソコンの操作においても i5 や Ryzen5 以上があればストレスも少ないだろう。探し方だが、フロンティアでは用途、目的の他にパソコンのケースの形状でも探せる。目的別に検索できるのは便利だ。ゲーム目的の場合、ゲーム推奨 PC の項目を作ってくれているので、この中でやりたいゲームがあるなら探しやすいと思う。ゲーム推奨にモンハンマイルズはないの？まだないみたいだな。モンハンはビッグタイトルなので用意はすると思うが、来年になるかもな。他にもモニターやキーボードなどをセットで売ってくれているスターターセットもある。セット販売はモニターは MSI、マウス、キーボードなどはハイパー X で揃えているようだ。悪くはないな。 MSI、ハイパー X？MSI はパソコンパーツや周辺機器を作っているメーカーだ。ハイパー X はキングストンというメーカーのブランド商品だな。今回は細かい説明は割愛するな。ゲーミングパソコンの周辺機器を探す際に必ず目につく名前の一つだろう。覚えておいて損はないぞ。紹介しておいてなんだが、今は本体を探しに来ているから、スターターセットは一度置いておこう。フロンティアの最大の特徴はセールだな。月替わりセールだけでなく週替わりセールもあるのがすごい。目的のスペックがセール対象だと安く買える時があるため、購入時期と噛み合ったらお得に買えたりするんだ。どれぐらいお得なの？そうだな、ちょうど良いのがあったので比較してみよう。この2つ、約16万5000円の FRGAM B760M とセール品である約17万円の FRGKB760。両方とも CPU はインテル Core i5 の14世代であり、ブラボは RTX4060 以上なのでモンハンワイルズの要求スペックは満たしている。両方ともモンハンはできるつもりならどっちを買う？両方ともモンハンマイルズができるなら安い方買うでしょ。5000円でも置けば他に回せるでしょ。そうだよな。値段だけで見ればそうなるはずだ。だが約17万円の FRGKB760 の方のグラボだが RTX4060Ti ってあるだろう。この Ti っていうのは強化版って意味なんだ。じゃあ2070スーパーとかのスーパーと一緒で無印より強化されているってこと？そう。そして2024年12月現在 RTX4060 は単体だと約4万5000円、 RTX4060Ti は約6万円だ。1万5000円も違うの？値段に換算するのは極端な例え方になるんだが、それでも今回の場合は5000円安くしようとしたらブラボが1万5000円分パワーダウンするということになる。他にもメインメモリの量が違うし、 CPU を冷やす CPU クーラーも違う。5000円積むだけでグラボ、メモリ、CPU クーラーが強化されると考えると5000円積んだ方がいいという判断もできるだろう。ごめん、メモリー、CPU クーラー全然わからないんだけど。ごめん、説明を省きすぎたな。だが細かく説明すると長くなってしまうので結論だけ言おう。つまりこの2つのパソコンを比較すると両方ともモンハンワイルズのスペックを満たすので買うならどちらでもいいのだが、パーツごとで見ると約17万円の FRGKB760 の方がコスパはいいですよという話だ。なるほど、パソコンパーツが見れるとそういう見方もあるんだね。これがセール品の魅力だ。さて本題に戻ろう。フロンティアの2024年現在にモンハンワイルズのスペックを満たしそうなものはこれだな。月替わりセールのお値打ちモデルから引っ張ってきた。ブラボが RTX4060Ti なのでさっきの約17万円の FRGKB760 と同じだが、ブラボ的には少し余力がある感じだ。RTX4060 の方でもう少し安いのがないかと探したんだが、2024年12月現在だと5000円ぐらいしか開きがないので、だったら RTX4060Ti の方が良いだろうという判断でこれを選んだ。ライゼンの AM4 ソケットで良ければモンハンワイルズは問題なくプレイできるはずだ。 AM4？CPUソケットの規格のことだ。説明すると長いからざっくり言うと、買った後に自分でアップグレードしたい時に困るかもしれないって話だ。ちょっといじってみたいんだけど。ああ、分かってる。なのでいじる予定もつもりもないユーザーはこれで問題なくプレイできるよという話だ。これは価格と構成を基準として使おう。次につくもだな。つくもの創業は1947年だ。初めはラジオ部品を扱う企業だったらしく、パソコンを取り扱い始めたのは1980年頃からとのことだ。現在はヤマダ電機グループの傘下となっているが、つくもという名前だけで知名度は抜群のショップだ。先ほどおすすめした通り、パソコンについて困ったら言ってほしい心強いショップになっている。言ってほしいというか、パソコンやパソコンパーツを買うのにどこで買えばいいかわからなかったらもうここで買えばいい。迷ったらつくもで買え、そういうお店だ。あなたのつくも推しがすごいね。
先ほど言った通り実店舗の魅力がある企業だが、オンラインでの BTO パソコン販売ももちろんやっている。検索の仕方はノートパソコン、デスクトップの他にゲーミングデスクトップ、ゲーミングノートとも分けてくれている。今回はゲーミングデスクトップから探そう。ブランドで選ぶ、機能で選ぶ、価格帯で選ぶなど基準にしたい項目で検索することも可能だ。ゲーム用途で探す場合、今回のように要求スペックに照らし合わせて探すことが多いと思うので、ブラボから選ぶのが早いだろうな。CPU やグラボ以内にもメモリや SSD から検索をかけられる。パーツの性能を重視して検索したい場合も便利だ。また BTO パソコン以内にも各種パーツも取り扱っている。自作パソコンを組もうと思った際にも便利なショップだ。他にもランキング形式でショップおすすめのパソコンを掲載してくれたりしている。実店舗で買う際にも事前に目安を決めてから行く方が話が早いだろう。こういうところで参考にしてみてくれ。そしてつくもは G ギアや EX コンピューターという独自のブランドモデルも展開している。どちらもおすすめのつくもブランドだが、 G ギアはフロンティアのように特定のゲーム推奨パソコンという項目でも販売してくれている。初めてゲーミングパソコンを買う人にとっても分かりやすいショップの一つだと思う。フロンティアの時も思ったけど、ゲーム用途向けのページは本当に助かる。わかる。俺は初めてつくもでゲーミングパソコンを買おうと思った時にゲーム用途向けパソコンをガン見してたよ。まあでも当時はどれだけ見てもよくわからなかったから、店員さんにあれこれやってもらって買わせてもらったけどな。かなたにもそういう時代があったんだね。誰でも最初は初心者さ。で、今回つくもの G ギアからはこいつを引っ張ってきた。 G ギア AIM GB5J C241。 CPU はインテル Core i5 の14世代だ。 RTX4060 と RTX4060Ti のどちらかが選べるが、購入時のカスタムで他のグラボも選べる。ミニタワーながら 3.5 ベイもあるみたいでな。ストレージの増設も可能だ。この辺りはさすがつくもって感じだな。 3.5 ベイ？ドライブやストレージなどのパーツを増やせる場所があるってことだ。ゲームしかしないならそこまで大きな容量はいらないが、動画編集も見越しているなら容量が大きいパソコンは欲しいところだ。カスタマイズの幅が大きいってこと？そういうことだ。カスタマイズ性については各メーカーごとに変わる。何が追加できるかはケースによっても変わる。ただつくもはカスタマイズ性については良好なイメージがある。カスタマイズの種類が多いと迷う要素にもなるが、選択肢がないよりはあった方がいいからな。ということでつくもからの価格基準はこいつにしよう。つくものパソコンは RTX4060 だから、フロンティアのパソコンよりグラボの性能低いよね。なのにつくもの方が高いのは CPU の差なの？いや、この2つの CPU の価格差は2024年12月現在ではそこまで大きくないな。 CPU とグラボだけ見ると分かりにくいが、要所のパーツのグレードが違う。つくもの方が良いパーツを使ってくれている割合が大きい。というより世代に合わせたパーツの価格差だな。インテル14世代は2024年発売、ライゼン5000番台は2022年発売なんだ。CPU に合わせる各所のパーツも CPU 発売と同年に出ているため、どうしても発売日が新しいインテル14世代の方が高くなるんだ。つくもの方が発売日が新しいパーツを使ってるから高いってこと？そういうことだ。じゃあつくもでライゼン CPU を探すのはダメなの？私少しぐらい前の世代のでもいいんだけど。いい質問だがつむり、答えはこれだ。在庫なし？なるほど、みんな同じこと思ってるってことだね。噛み合いもあるからな、こういうのは。ただつくもでこの構成をこの値段で出していたと覚えておくのは大事だが、もしかしたら他の店舗で似たような構成でこの値段に近いものがある可能性もある。なるほど、見に来ること自体は損にならないんだね。今回は省くが、この価格帯を基準値にして他を回るのもありだ。妥協できない人は徹底的に探そう。では次にマウスコンピューターだな。マウスコンピューターはフロンティア同様に1993年創業のパソコンショップだ。安心の国内生産とパソコン買うならまずマウスのキャッチコピーで有名で、パソコンを買ったことはなくてもテレビ CM などでマウスを知っている人も多いと思う。2006年にパソコン機器メーカーの E ヤマを傘下に加え、E ヤマブランドとしてモニターなどの販売もしている。実店舗は少ないがサポートが有料な会社としても有名で、電話サポートや LINE サポートなどアフターサービスが手厚い。また2023年の30周年記念の際に基本保証を1年から3年に延長した。基本保証3年はパソコンの保証の中では相当長い方のため、マウスコンピューターの自力の強さに驚かされるサービスだ。3年保証って珍しいんだ。ああ、パソコンの保証は大抵は1年だが、それ以上つけたい場合は追加料金で延長するパターンが多い。
延長保証の追加費用はショップによるが、大体はプラス2年するだけでも1万円ぐらい追加費用が発生する。結構かかるね。ああ、なので他のショップを見ずに3年保証が欲しいからマウスで買ったと言われても不思議ではないな。そんなマウスだが、ゲーミングパソコンブランドとして G-Tune と Nextonia を展開。またクリエイター向けパソコンとしてDIVE、ビジネス向けパソコンとしてマウスプロも展開している。その他サーバー向けパソコンなどの項目もあるため、ゲーマーやクリエイターとか問わずにあらゆるパソコンユーザーにおすすめできるショップだ。リアがマウスコンピューター劇を推してるけど、ちゃんと押す理由があるんだね。そうだな、プレキャン当選とか関係なく押せるショップの一つだと思うよ。さて、マウスコンピューターのゲーミングパソコンブランドを選ぶ際、G-Tune と Nextonia から選ぶことになるだ。今回はコスパモデルの販売を謳う Nextonia から引っ張ってきた。Nextonia JG EVO G60 Ryzen 5 7500F に RTX 4060のモデルだ。CPU が Ryzen の7000番台のため AM5 ソケットになる。さっき紹介してくれたフロンティアのパソコンより規格が新しいやつだっけ？そう、モンハンワイルズのシステム要件には書いていない世代の AMD CPU だが、性能的に問題ない CPU だ。さっきのつくものパソコンの CPU と同じぐらいか少し上のやつだな。それでもつくものパソコンと値段一緒なの？値段一緒なのに追加費用なしで3年保証がついてくるの？マウスコンピューター超すごいじゃん。この性能ぐらいのパソコンをつくもかマスで買うってなったら、マウスコンピューター一択ってこと？ CPU とグラボの性能だけで比較するならそれでもいいな。どういうこと？つくもの方は DDR4 マザーボードなので規格こそ古いが、ミドルモデルの B760 マザーボード。対してマウスコンピューターの方は DDR5 対応ではあるが、エントリーモデルの A620 マザーボード。電源も違うな。つくもは80プラスゴールドだが、マウスは80プラスブロンズだ。SSD はマウスの方は表記がないが、つくもはウェスタンデジタルの SN770 だ。SN770 は TLC 難度だから少し値段が張る。マウスの方はディアナと。もういい。ごめん。聞いた足が悪かった。つまるところ、CPU とグラボが同程度でも、他のパーツが違うってことね。そうだな。マウスのパソコンの方はゲームに大事な CPU とグラボをメジャーなものにして、それ以外のところをコストカットしているのだと思う。だから価格が同じだからといって全く同じ性能のパソコンとは言えないところはあるな。とはいえマウスのパソコンが特別ゲーム性能が劣っているわけではない。拡張性がないのは確かだが、このまま使う分には何も問題ないだろパソコンって見るところが多すぎない？この前のズンダモンの話もまだ理解しきれてないのに、頭どうにかなっちゃいそうだよ。う。安心しろ。頭どうにかなってくるのもそのうち楽しめる。安心にはまだ早い。まあゆっくり覚えていけばいいさ。ちなみに G-Tune の方でも似たような価格とスペックのものはある。Nextonia のケースが好みでないなら検討してみてくれ。価格の基準が出揃ったな。どれも約17万ぐらいかな。ここからモニターやマウスも揃えるとなると、やっぱり結構かかるね。しかも細かいところでパーツが違うってなってくると、価格の基準はできても、それ以外の基準の付け方はよくわからなくなるよ。ショップ間の価格競争も起きているはずなので、似たような構成なら似たような値段になるのはまあ当然といえば当然だろう。そういうところを含めて気に入った店舗ができると選ぶのも楽になるよ。ではこれらを基準に他の店舗のパソコンも見ていこう。まずパソコン工房。ドスパラ同様に実店舗が多いパソコンショップだ。レベルインフィニティやレベルシータといったゲーミングパソコンブランドを展開し、 YouTuber や VTuber とのコラボも多いショップだ。ゲーム関連の動画をよく見る、もしくはゲーミングパソコンについて少しでも調べた人は目にしたこともあると思う。パソコン工房からはレベル M7P5R56TRLX を比較にする。グラフィック付きの CPU である Ryzen 5 5600GT と RTX 4600のモデルだ。価格は約15万円だな。なんか一気に安くなったね。さっきまでの16万とかなんだったの？いや、待って、アッシュも学んだ。CPU が弱いとか？ Ryzen 5 5600GT って初めて聞いたもん。なんか、これが、あれなんじゃないの？いや、モンハンワイルズのシステム要件である Ryzen 5 5500と同じぐらいだが、 GT 付きだから少しゲーム性能が落ちそうだが、大きな問題はないはずだ。じゃあ、マザーボードってやつのグレードが低いんでしょ？いや、マザーボードのチップセットが B550 だからミドルレンジのマザーボードだな。無難なやつだよ。じゃあ何？拡張性がないとか？いや、3.5 倍ついてるから HDD 積めるが、今日見た中だと拡張性はある方だな。じゃあ何なの？
これはあれだな、純粋に安いな。純粋に安い？まあ正確にはゲーム用途に 5600GT が不人気モデルだからだろう。ゲーム性能だけで見るなら 5600X の方が性能は高いからな。パソコン工房には 5600X のモデルもあったが、相応に価格も上がっていたよ。だが 5600GT でもモンハンワイルズをやるためなら問題はないはずだ。そう、パソコンは問題ないんだ。パソコンは？パソコン工房ってサポートの評判が悪くてな。ドスパラやマウスコンピューターに比べると悪い評判が目立つイメージだ。そうなんだ。それはちょっと不安だね。だがこうして安い価格で出してくれているショップでもあるため、サポートを求めない人用のショップって感じでもあるんだ。この辺りは何とも言えないが、サポートの充実さが欲しいなら他の店舗に行けばいいと言われるとそうだよなって感じもするしな。ちなみにこのパソコンに3年保証をつけるとマウスコンピュータと同じぐらいの値段になるぞ。そうなんだ。保証の質なんていい、安ければいいんだって人にはおすすめできるが、サポートを含めて考えて買う人にはパソコン工房はおすすめしがたいな。かなたはパソコン工房を利用したことないの？中古パソコンパーツを買ったことはあるんだが、新品はないな。中古で買う異常保証なんて期待してないからな。俺はサポートを受けたことはないので実態はよくわからないんだ。まあ実店舗がある店だから実店舗で買って何かあったら殴り込みに行けるぞ。いや、殴り込むことを前提におすすめはしないでほしいかな。冗談はさておき、パソコン工房は安さを求めるなら心強い選択肢になる。覚えておいて損はないぞ。次に西日本に実店舗を多く構えるアプライドだな。東日本住まいの俺には馴染みがない店なんだが、西日本に店舗数自体は多いのでアプライドが一番馴染みのある人もいるんじゃないだろうか。 X でのユニークな広告が目立ち、プレキャン企画もよくやってくれている。 X でアカウントを持っている人はフォローしておけばワンチャンスあるかもしれないな。アプライドからは即日出荷モデルである片面から片面 434873、 CPU は12世代の Core i7、 ブラボは RTX4060 だ。安くない？しかもインテル Core i7 って i5 よりグレードが高いってことだよね。ああ、12世代とはいえ i7 を積んでるのは強いな。マザーボードが H610 なのでエントリーモデルになるが、それを差し引いてもかなり頑張ってる価格だと思うな。さらに先着限定だがメモリ増設やら3年保証追加料金なしなどを選択して無料でアップグレードしてくれる年末サービスもやっている。時期限定モデルだがかなり押せる高性のパソコンだな。ここのサポートはどうなの？西日本にしか店舗がないので俺は実際には行ったことないんだが、店舗とネットで評判がかなり分かれている店だな。どういうこと？ネット販売は安くて詐欺を疑うなんて記事もあるぐらいで非常にリーズナブルな価格のお店という評価があるが、実店舗はスタッフの対応が悪いとか割高なサービスに入会させられるだとかあまりいい評判を見ないな。そうなんだ。アミが気になっているお店だって言ってたんだけど。アプライドだけではないがパソコンなどの電化製品販売店の評価は玉石混交なんだよな。頼んでもいないサービスをつけてくる店員さんがいる可能性はあるが、もしかしたら後で困らないように親切心であれこれつけようとしてくれた結果かもしれないからな。特別擁護したいわけではないが、知らない以上は批判もできないのが本音だな。まあそうだよね。受け取り方でどうとでも印象が変わるだろうし。だがびっくりするぐらい安い時があるのは確かだ。保証3年を無料でつけてくれるのならば選択肢の一つとしては有用だと思うよ。じゃあ埼玉に出店してきてくれるのを期待しようかな。期待しよう。最後に見るのは MDL メイクだ。2023年6月にオープンしたばかりの BTO パソコンショップでわずか1年と少しでネットでの知名度を爆上げした店舗だ。俺はやってないんだが TikTok での広告が盛り上がっているらしい。後で見よう。個人的にホームページの UI がかなり使いやすい。特にパーツを起点にパソコンを探す人にとっては使いやすいんじゃないかと思う。価格もかなり抑え気味でな。今はセールをやっているんだがセールを抜きにしても安いと感じるショップだ。型番が載ってなかったのだが1周年記念モデルを引っ張ってきた。12万切ってるの？めちゃくちゃ安くない？これでもストレージの容量を少し増やした価格でな。もともとは11万円を切っていたぞ。マジで？なんでこんな安いの？正直わからん。セールだから余計に安いのだが正直元値の13万円で考えてもわからん。マザーボードは A520 なのでかなり価格は抑えられてるんだろうし SSD もものによっては価格は抑えられるがそれでも安いな。これって自作するより安かったりするの？いやさすがにそれはないんだが、まあその質問が出るほどには驚きの値段ではある。仕入れ反応に何か強力なつてがあるのかもしれないな。
もうここでよくないって思っちゃってるんだけど。でも実は、なんか曰く付きのお店とか？いや、曰くがつくほど長くないんだ。まだ1年と少しの店だからな。あ、そっか。まだ実績が少ないから、いいか悪いかの評判も少ないんだね。そういうことだな。まあ強いて懸念点を挙げるなら、なんで Windows はプロなんだってところだな。プロ？主にビジネス用途向けの Windows ってことだな。ゲームする分には問題ないんだが、個人がわざわざ購入するものでもないのは確かだ。あと、安すぎる。いくらなんでも相場を下回りすぎてるな。安いことはありがたいことだが、ここまで安いと裏を疑うよ。なんか、不安になってきたよ。ちゃんと保証はついているのだが、何かトラブルがあってもおかしくはないというつもりで買う方がいいかもな。ちなみに、ここを紹介する理由は値段が安いから？その通りだ。パソコン本体の値段を抑えられれば、コントローラーといったデバイスなどに予算を回せる。ゲーマーはデバイスも大事だからな。デバイスに少しでも多く予算を回せるのなら、ゲーム体験が良くなるだろう。一末の不安もあるけど、安さは何よりの魅力だから、選択肢としては魅力的だってことだね。そういうことだ。無条件ではおすすめできないが、今のところ絶対にやめとけという理由もないからな。何よりも予算を抑えることを重視したい場合は選択肢に入るだろう。ここも覚えておいて損はないはずだ。というわけで、今回はこの6店舗を紹介した。初心者におすすめと紹介したフロンティア、ツクモ、マウスコンピューターの価格はほぼ横ばい。パソコン工房、アプライドは似たような価格だが、上記3店舗より安い。MDL メイクはぶっちりって安い形だな。MDL メイクが本当に安いね。価格だけ見るなら迷う要素ない値段差だよね。多少値が張っても知名度による安心をとってフロンティア、ツクモ、マウスから選んで買うか。それとも知名度とサポートに不安があるかもしれないが、それでも安さを正義だと信じてリーズナブルなお店で買うか。最後には好みというか自己判断だな。心に従って決めてくれ。少しでも後悔がないようにじっくり選んでほしい。そうだね。頑張って選びます。素敵なゲームライフを送れるように応援するよ。では今回はここまで。今回紹介した店舗以内にも選択肢はある。ショップ選びの際に参考にさせてもらった動画を概要欄に貼っておくので、ぜひ見に行ってくれ。それじゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとというかさ、マウスコンピューターってすごいいいショップじゃない？なんでリアはあんなに土地狂っちゃってるの？そんなに低評価ついてたの？ YouTube ってさ、低評価の数が見えなくなったから投稿者以外はわからないんだけど、チャンネル過去1の割合でついてるんだよね、低評価。今度なんかプレゼントしとくわ。今は時期が悪くても欲しい気持ちは止められない。それほどでもないゲーマーチャンネルだよ。